どうもジョジョ TV です。本日はですね、私が気になっている新作海外ガレージキットのね、情報を紹介できればなと思っております。中にはね、ドラゴンボール Z、鬼滅の刃、あとハンターハンター、ヒロアカ、あとキングオブファイターズと、マーベルのアベンジャーズのね、フィギュアたちとなっております。はい、こちらもね、最近発表されたやつばかりかな。確かね、上海でワンダーフェスティバルイベントが開催されたんですけど、そこでね、発表されたフィギュアたちもいますね。はい、じゃあ早速ね、どんなフィギュアたちかっていうのをね、説明していきたいと思います。では、レッツゴー。はい、まずはじめはね、インフィニティスタジオさんね、以前、僕がドラゴンボールの悟空と魔人ベジータの戦っているフィギュアを購入して紹介したと思うんですけれども、今回こちらインフィニティスタジオさんからね、新作でフィギュアが発表されてたんですよ。それがこちら、ドン。はい、ついにやってきました、鬼滅の刃です。こちらはね、炭治郎のフィギュアになりますね。これ10の方、セイセルテンを今から撃とうと言わんばかりのね、フィギュアの造形なんですけれども、いやー素晴らしい。そしてね、彩色を施されてなくて、白黒、モノクロトーンなんですけれども、モノクロでもね、凄さ伝わってきません？モノクロでもこんな迫力あるかっていうぐらいね、迫力のあるフィギュアになってると思うんですよ。これはね、ますます彩色したらどうなるかね、だいぶ楽しみにしております。多分ね、鬼滅の刃のね、版権がある海外ガレージキット、これが初めてじゃないかな。今後のね、インフィニティスタジオさんに期待ですね。はい、では次行こう。続きましてはね、マッドトーイクリエーションズ。はい、僕もね、聞いたことないフィギュア会社なんですけれどもね、こちらが今回僕のヒーローアカデミアの緑谷出久、デクをね、海外ガレージキットを発売すると発表してましたね。多分ね、この大きいスタチュー、こういう海外ガレージキットのこのデクもう初めてじゃないかな、こうやって出るのは。今回このデクのね、写真を見ると、今から何かパンチをね、繰り出そうとしているって感じよね。以前ね、視聴者さんとね、デクで海外ガレージキットの情報あったら教えてくださいっていう視聴者さんがいたんで、たまたま目にしたんでね、じゃあこれはちょっと紹介しようと思って今紹介しております。どうなんだろう、皆さんこの出来を見てどう思いますか？僕はね、近々ね、一番くじで出されるデクの方が気になりますね。デクの方が僕は好きですね。フィギュア造形はね、怒ってるってやってるデクの方が好きですけど、でもこれもね、いいんじゃないでしょうか。ぜひね、気になる方いましたら要チェックしてみてくださいね。はい、こちらちゃんと版権を持っている会社となっておりますということでね。はい、じゃあ続いていきましょう。はい、続きましてはね、こちらソウルウィッグさんっていうね、会社になります。最近ね、こちらの会社結構来てる感じがしますね。はい、で僕もね、こちらのワンピースのハンコックのフィギュアを購入して、で今手元にあるんですけど、動画でいつか YouTube で公開したいと思います。はい、いつかね。で今回このソウルウィングさんから、新作でやってまいりましたよ。ドラゴンボールの版権を持ってるらしくて、はい、こちらドン、見てください。トランクスさんのフィギュアが登場したんですよ、ソウルウィングさんから。はい、しかもこれね、未来トランクスで剣で切っているところ。はい、じゃあ切っている先は一体誰なのかっていうのね。はい、こちら見てください。ボン。はい、なんとね、メカフリーザを切っているわけですよ。いや、このシーン激アツですね。はい、こちらね、実はね、顔がね2タイプあるらしくて、一つは今こちら見て分かる通り口を開けている、トランクスなんですけれども、もう一個はね、こちら、ドン、口をね閉じているバージョンがあるんですよ。でね、どっちかが、確かね会場限定版らしいんですよ。どっちかが会場限定版になるそうです。要はこの上海のイベントでしかゲットできないイベント限定の顔があると。本当はね、会場限定版が欲しいんですけど、僕会場に行ってないんで多分ゲットはできないでしょう。でね、こちらメカフリーザーの顔を見たいんだけど、写真がこれしかないと。重要なね、フリーザの顔が見えず、見えないけれども、体見てもね、色の塗り方もいいんじゃないでしょうか。これ造形いいはず。メタリックの部分メタリックになってて、切られている感じで早く顔が見たいね。でね、こちらソウルウィングさん、実はこの会場でもう一つ予告で出してるやつがあって、ワンピースでクロコダイルを出してるんですよ。で、ワンピースだから俺もゲットしなきゃと思って今見たんですけれども、ちょっとね、クロコダイルの造形がちょっと残念な感じに見えるんですよ、僕は。写真はこれしかないんで見分けがつくかどうかわかんないんですけども、ちょっと見た感じ顔が残念感あるんですけど、このクロコダイルはゲットするかどうかはもう少し様子を見たいと思います。皆さんはゲットしますでしょうか？はい、じゃあまた次のフィギュアへレッツゴー。続きましてはね、
トリイーグルズスタジオっていうのかな、トライイーグルなのかトリイーグルなのかちょっとわかんないんですけども、トリイーグルススタジオさんから、はい、こちらボン、はい、来ましたよ。こちら SNK キングオブファイターズからですね、白縫舞さんですね。僕美少女キャラとかこういう系の露出系の高いフィギュア今まで集めてこなかったんですけれども、でもねこのフィギュアを見た時になんか吸い寄せられる。いやこれ見てくださいよ、このもうね胸、あとお尻、いやもう完璧なプロポーション。よく課長戦とかね、よ日本一とか言ってたけど、本当日本一ですわこれ。もうこの造形日本一ですわ、この美少女キャラでは。ムササビの舞とか言ってたでしょ。羨ましかったのはこのボーイフレンドかな、彼氏さんがアンディ・ボガード、テリー・ボガードの弟さんなんだよね。めちゃめちゃアンディのこと好きで、確かね最後やられた時アンディって言ってやられる時の声、よかったね。いやいやこちらはちょっとね今買うか悩んでるんですけども、皆さんどう思いますか？いやこれは一家に1台欲しいけど、ただこれ持って飾る勇気がちょっと俺にはまだないのかもしれないけど、どうなんだろう。これ家にあったらちょっと女性の皆さんね引いちゃったりする。はい、とりあえずねこちらもちょっと気になってるっていうことで、はい、トリーグルさんから白縫舞の、フィギュアの紹介でした。はい、じゃあ次行きましょう。続きましてクイーンスタジオズですね。はい、こちらはねアメコミを中心にね展開している、製造会社なんですけれども、はい、こちらからね、はい、まだまだ僕が気になっているフィギュアを発表していたんで紹介したいと思います。こちらボン、はい、こちらまずアイアンマンのマーク7ね、見てください。ボディメタリックボディ、はい、でさらにねこれ驚くことに、今こんなしてみたらちょっと大きさは分かりづらいかもしれないですけど、こちらの画像ボン、これ見てください。これ右側にね人がいるんですけどもね、この人の上半身と同じくらい大きいよっていうねサイズを表してるんですけれども、こちらマーク7のこのアイアンマン 1m9cm あるんですよ。大きさやばくないですか？ 1m9cm ってどんぐらいだろう。幼稚園生ぐらい、いや小学生ぐらいの子供の大きさぐらいあるってことですよ。僕が、今海外ガレージキットで一番大きいフィギュアって言ったら爪痕のブロリーとアイアンスタジオのサノスになるんですけれども、確かあちら2体とも75から80センチぐらいだったと思うんですよ。なのであちらより断然29センチぐらい上、もうあれでもすごいでかいと思ってるんですけど、それよりさらにでかいフィギュア、はい、こちら一家にねこうやってめちゃめちゃでかいアイアンマンのフィギュア欲しいなと思ってたんで、これだいぶ要チェックしてますね。これはいいね。このポーズよくない？目も光るみたいだね。よく見たら目も光ってるみたいな感じなんで、いやこれはいいでしょう。購入を考えてますね。はい、そしてもう一つクイーンスタジオさんから同じようにこちらボン、サノスです。このシーンね、この今サノス座ってるじゃないですか。もう前もね以前説明したと思うんですけど、僕このシーンめちゃめちゃ好きなんですよ。戦う前にサノスが座りながら何かを待ってるわけですよ。腕にはめるパワーストーンなんとかストーンを待ってるじゃないですか。でサノスがもうこの待ってる姿めちゃめちゃ好きなんですよ、このシーン。いやこれは僕多分買います。さらにねこのサノスの持っている剣みたいな上に帽子がちょこんと乗ってるんですけど、これもいい。サノスのこのヘルメットをかぶらずこの剣の上に置いてる感じもまたいい。このねどしっと構えてる様子、王者の風格みたいなこのサノスのね余裕な顔が大好きです。はい、じゃあ次行きましょう。続きましてはこちらヘックスコレクタブルっていうのかな、その会社からこちらドン、はい、私の大好きなねハンターハンターのフィギュアを発表してたんですよね。はい、私の動画を見ている方ならわかると思うんですけども、私ハンターハンターが大好きで、以前ねネトロ会長とメルエムのねフィギュアも紹介したんですけれどもね、前回はフィギュアマさんが出したフィギュアだけど、今回はヘックスコレクタブル出していると。はい、フィギュア自体がウゴウギンとクラピカのフィギュアになりますね。写真見るとクラピカがねまだ顔の部分が色塗られてない感じなんですけれども、まだかな、これ火の目発動してんのかな、目が赤くなってるシーンだとは思うんですけども、はい、これ多分チェーンがあるんでジャッジメントチェーンだよね。クラピカのねこの中二病みたいな
ジャッジメントチェーンのこの火の目とかもよく真似しましたよ、僕。目が赤くならないかなと思ってね。このシーンも激アツじゃないですかね。もっとね、別の画像が出て、クラピカの顔とか、ウボウギのね、正面の顔を見て、購入するかしないかをね、検討したいと思います。今のところ、結構、いい感じに出来上がってるんじゃないかなと思っております。はい。以上となります。パワーワット、僕が気になっている海外ガレージキットをね、紹介したんですけれども、皆さん何か気になった商品ありましたでしょうか？はい。僕がこの中でね、何か購入する予定はあるんで、購入したらまた YouTube にね、上げていきたいと思いますので、はい。ご視聴ありがとうございました。またね、こういう情報があったら動画にして出したいと思いますのでね、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、はい。以上、ジョジョ TV でした。ありがとう。バイバーイ。 I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.